はい、本日はこちらです。キラキラしたのがいっぱい入っています。謎の刻印が明らかになりました。それからこれやっぱりね、H に見えますね。小さな、刻印。シルバーが深い傷がね、こうやって見えて、もう水晶って書いてあるんですね。特急って書いてありますよ。はい、そんな感じの、結構ね、こんだけあると迫力あるんですけれども、重さの方を測っていきます。はい、シルバー刻印のもの、全部で、はい、こちらです。今日もヤフオクで入手したアクセサリーを検証、発掘していきます。では、まず最初に重さの方を測ってみます。はい。じゃん、875g です。はい、今日は一体何が出てくるんでしょうか。金や銀が取れるのでしょうか。じっくり一つ一つ丁寧に発掘検証していきます。ではね、袋から開けていきます。はい、こちらです。なんかキラキラしたのがいっぱい入っています。はい、じゃあ一発目何が出てくるか。じゃーん、なんだこれは。じゃーん、こんな感じのパワーストーンみたいなブレスレットです。こんな感じです。ではこちらを見ていきましょう。はい、こちらこんな感じのね、なんでしょう、黒いね、針みたいなのが中にねいっぱい入ってます。独特な内包物です。見た感じね、以前動画にも出てきたルチルクォーツになんとなく似てるんですけれども、中に入っている針の色が、真っ黒なんですね。なので、これルチルクォーツの仲間なのかなと思われるんですが、もうちょっとだけね拡大して見てみましょう。なんかね、糊みたいになってるんですけれども、半透明の内包物がね、結構、なんていうんですかね、こうぎっちり詰まったような感じの、石の中にですね、この黒い針状の独特な、ものが確認できます。こんな感じです。なんかね、拡大するとひじきみたいになってるんですけれども、これが一体何なのか。はい、こちら一体何なのか。これはブラックルチルクォーツとかブラックトルマリンクォーツとかって呼ばれる、ものなんじゃないかなと思われます。この独特な針状のね、黒い部分がブラックトルマリンなんじゃないかなと思われます。そういったね、独特な、ものが含まれる、このパワーストーンみたいなね、ブレスレットでした。実際ね、これが何なのか、トルマリンが本当に入ってるのか、ね、表面の半透明の玉が本当にクォーツなのか、こちら鑑別を取らないと
わからないんですけれども、見た感じね、そういうものなんじゃないかなと思われます。はい、では次行ってみましょう。次は何かを、なんかキラキラの出てきました。ちょっとね、ねじれちゃって絡まっちゃってるんですけれども、どうだろうな、かなりキンキラの、こんなね、感じのなんかごっついね、重たいですね、持ってても。こんなのが出てきました。はい、こんな感じです。結構キーですよね。こちらを見ていきたいと思います。はい。10倍拡大のルーペで、この金具のですね、部分を見ているんですが、いわゆるですね、素材を示すような刻印はありませんでした。はい、こんな感じで、ですね、小さな石がね、たくさん入ってるやつです。では、拡大して見てみましょう。ご覧ください。こんな感じでね、ちっちゃな、なんでしょうね、ライストーンみたいなのがいっぱいついてます。色もね、結構キラキラの黄色なんですけれども、素材を示すような刻印がないことと、それからこの小さな石ですね、石の留め方がこう爪で留められてるものではなくてですね、接着で留められてるんだろうなという作りから、おそらくですね、メッキ製品、そして、模造石のようなものを留めたものだと思われます。ただですね、作りがここまでなんて言うんですかね、細かいので、でもなんか、すいません。刻印はやっぱりなかったです。そういったね、メッキ製品の、いわゆるイミテーションっぽいね、やつだと思われますが、こんな、ゴージャス感満載のね、作りとなっているネックレスでした。では、次、行ってみましょう。次は何かな。じゃーん。はい、こんな石がついたね、指輪です。結構ね、キラキラですね。こうやってやると、見てわかると思うんですけど、キラキラです。で、作りがね、結構古そうなんで、ちょっと面白そうです。これは、素材を示す刻印が、計18、すいません。GF ってなってます。では、刻印の方ね、見てみましょう。はい、こちら。ちょっとね、すいません。はい、こちらです。K18GF。指輪の内側を撮影してるんで、ちょっとね、見づらいんですけれども、K18GF って書いてあるように見えます。で、こちら GF はゴールドフィールドの略なので、金針だったり、メッキの製品であることがほとんどです。で、この作りなんですけれども、石がね、こんなキラキラの綺麗なやつなんですね。ちょっとね、内包物とかはこの状態で確認することはできないんですけれども、綺麗なカットされた石がついてます。模造石か合成石かちょっとわかんないんですけれども、どうでしょうか。何かのクォーツなのかちょっとわからないんですが、作りはですね、こんな感じで、古いね、デザインの指輪になっています。指輪の枠の方もね、こういう、古いね、デザインのものになっていて、
金色の方もね、結構いい色。まあ、ゴールドフィールド、金張りって書いてあるぐらいなんで、結構いい色しています。ただ、古いので、もう黒くなってきたりですとか、まあ、変色のような部分が見られます。こちらね、端っこの方にね、6章も確認できます。なので、そんな感じの、まあ、経年変化の激しい、ものなんですが、どうですかね、アンティークっぽいやつなのか、まあ本当に古いものなのか、ちょっとわかんないんですけれども、そういったお品でこんな感じですね、になってます。では、次行ってみましょう。次はなんかこれ、ちょっと、かわいい、これイヤリングですね。イヤリングなんですけれども、こんな感じの、かわいい鳥さんの、見えますかね、ちっちゃい鳥さんがいるイヤリングです。これは、結構ね、作りが細かいんで、見た方がいいと思います。こんな感じで、鳥さんの、彫刻ですね、になってます。で、これ多分なんですけど、イメージは、まあ、象牙を彫ったものみたいな作りなんですけど、まあ実際は象牙とかではなくて、おそらくなんていうんですかね、樹脂とか練りとか、そういう人工的な素材を使ったものなんじゃないかなと思われます。ただ、このレリーフですね、彫ってあるのが結構、なんていうんですかね、綺麗なので、そういった独特なね、お品物だと思われます。はい。そんな感じの、鳥さんのイヤリングでした。では、次行ってみましょう。次は何かな。じゃーん！これなんかすごい、キラキラです。ちょっと、鳥さんの次はなんか、怖い感じの、こんな顔の、キラキラのブローチですね、これブローチです。じゃーん、噛まれちゃいます。はい、これ、よく見てみましょう。はい。残念ながらですね、素材を示すような刻印はないんですけれども、結構立体的にこう石がついてますね。この反対側のところにも、ついてますし、下側ですね。この下からも石がこうついているのが見えます。では、拡大して見てみましょう。はい、こんな感じの、キラキラの、これもライスストーンみたいなやつだと思うんですが、たくさん石がついているですね。なんでしょうね。山猫なんですかね。ちょっと、チーターなのか、山猫なのか、パンサーなのか、ちょっとわかんないんですけれども、まあそういう感じの、動物の頭のデザインです。こんなね、ちっちゃい石がいっぱいついていて、特徴的なのはこの下の方ですね。下の方あんまり、見ることないと思うんですけれども、まあ、ちゃんとね、下の方も石がついていたりですとか、あとこの耳のね、反対側の方もちゃんと石が、1個。石外れちゃってますね、この部分。端っこですね。ここ石外れちゃってます。まあそういう状態なんですけれども、結構芸が凝っているというか、こんなね、キラキラの、ブローチでした。では、次行ってみましょう。次は、どうしようかな。何行ってみよう。なんか真珠っぽい。こんな感じの真珠っぽい指輪を発見しました。では見てみましょう。
色はですね、この青い色ですね。青い色の、おそらくこれも真珠だと思います。ただ、この青い色ね、いわゆるトリートメントとか、エンハンスメントとかそういう改変処理を経てこの色になったものだと思われます。ですね、石じゃないや、この玉の、この辺かな。ちょっとね、拡大をもっとギューッとしてみると、表面にこのモコモコ感があったり、この光の加減でね、真珠層と思われる、この光沢も見られます。で、実際この、なんていうんですかね、構造が、ここもそうですね、かなりモコモコなってます。なので、これ真珠だと思うんですが、残念ながらですね、刻印の方が、ここ、はい、シルバーって書いてあるんですけれども、シルバーのね、最後のところに G って、ついていました。はい、こちらです。シルバー、G ってなってます。この G がついてると、シルバーって書いてあるんですけど、多分、銀は取れないやつだと思われます。では、次行ってみましょう。次は、じゃん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 。また出てきた。じゃーん。はい、また真珠みたいな指輪出てきました。こんな感じです。はい、さっきのと比べると、こんな感じです。今度はね、白っぽい色をしています。では、よく見てみましょう。はい。デザインはね、かなり古い感じです。で、多分タガネで彫ったようなね、模様がついてるので、それも合わせて、古いものなんじゃないかなと思われます。で、結構いい光沢色ですね、してるんですが、ですね、SPM っていう刻印が見られます。では拡大して見てみましょう。まず、こちらですね、こんな感じで、はい、真珠だと思われます。玉がついているんですが、この指輪の構造ですね。こちらの方を見ると、こんな感じで、もしかしたら手彫りなのかなっていう彫刻が、彫ってあります。高値でね、彫金、されている、このギザギザの模様だったり、彫り込んだような感じの模様が見られます。で、この刻印ですね、素材を示す刻印がついてるんですけれども、こちら、SPM ってなってます。で、SPM 刻印は多分ね、サンプラチナっていう古い製品だと思われます。サンプラチナの製品は名前がプラチナってなってるんですけれども、別に貴金属のプラチナが使われているわけではなくて、それ以外のね、素材の合金となっています。これ、特徴はですね、長い時間経っても、他の素材と違って、変色したり腐食しづらいものとして、プラチナの代替品のようなね、扱いをされていたようです。で、この真珠なんですけれども、実は、今ちょっと触ったらですね、くる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 回っちゃって、外れちゃってる状態なんですね。こちらです。こんな感じで、玉をね、包み込むようになってるんですけれども、くる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 回っちゃう。そんな状態です。はい、ここに穴らしきものがね、見えます。これで、固定していたのか何なのかわかんないんですけれども、こんなくるくる回っちゃう状態です。はい、これもやっぱり古い感じですよね。ずっと、昔の製品だと思われます。はい。では次行ってみましょう。次はじゃあこのね、謎の、黒い玉の、
ネックレスです。こんな感じです。ちょっと見づらいですね。こんな感じです。はい。これも、素材を示す刻印はありません。で、このくるくる回すね、昔の、あんま今見ないと思うんですけど、古いこの金具がついています。で、玉の方は、こんな感じの、光沢のあるですね、黒っぽい、なんでしょうね、ゲルマとか、ヘマタイトとか、あんな感じのね、独特な、黒光りのしてる、石がついています。パワーストーンのね、こういうやつみたいですもんね。これがね、磁石はつくのかな。はい、じゃーんこれ。ネオジム磁石です。話題のレアアースがここに使われてるよとかって言われるやつなんですけれども、強い磁石なので、磁性を確認するときに、こう使ってる、思いっきりつきましたね。はい。磁石がつくやつです。なので、磁性のある、なんか、フェライトっていう人工的に作ったなんか磁石とかそういうやつの仲間かもしれません。わかんないんですが、こういう黒い玉のネックレスでした。では次行ってみましょう。次は、どうしようかな。こちら。はい。紫色の石がついた指輪です。じゃーん。はい。こんな感じの指輪です。まずは、ルペで見てみましょう。謎のね、刻印がね、この下のところにね、ついてますね。ちょっと見えないかな。はい。見づらいんですが、こちら、見てみましょう。はい、こちらですね。なんて書いてあるかちょっともうわかんないんですけれども、謎の刻印がこんな感じで打ってあります。拡大すると、なんかよくわかんない模様と、どうでしょう。ちょっとわかりづらいんですけれども、私はこれが AG、銀の元素記号ですね。AG になんか数字が打ってあるように見えるんですけれども、それが正しければ銀かもしれないということで、ちょっと期待はしてしまうんですけれども、このね、石がこの紫で汚れてるのか内包物なのかちょっとこの段階ではわかんないんですけども、なんか見えます。で、ここですね、この特徴的な作りはですね、これおそらくキャスト製品、要は型に流してこう大量生産するやつだと思うんですけれども、これ前も動画で似たようなの出てきたんですが、ここですね。これおそらく本来は原型は、ここに脇石っていうちっちゃな石がついてたと思うんですけれども、このね、原型の石ごと型を取ってしまったので、ここ石の形になって、そのままこういう造形になってます。なのでちょっと作りは怪しいんですけれども、銀かもしれないという、期待があります。なので、ちょっとね、確認の方をしていきたいなと思います。ね、銀かどうかの検証をしてみます。はい。じゃあ、こちら、試金石です。この黒い石に指輪を削ってですね、素材の方を検証してみます。はい。では、こちらですね。ここに削っていきます。いやー、これね、もうさ、なんか硬いですね。つけた瞬間にもう、ありゃーっていう感じなんですけれども、一応 AG っていう刻印があるんで、
現状ね、硬すぎて、こう、なんて言うんですかね、削れない状態なんですね。で、これあんまりやっちゃうと、試金石の方がダメになってしまうので、今回ですね、これ指輪を切って内部の方を直接確認してみようと思います。はい、こんな感じでカットしてですね、中の方を見るんですが、この状態になるとだいぶね、刻印の方が見やすくなりましたので、ちょっとその前に見てみましょう。はい、この謎の刻印ですね、こちら。逆かな。はい、この謎の刻印が明らかになりました。やっぱりね、よくわかんない模様と、それからこれやっぱりね、AG に見えますね。AG80 ってなってるように見えるんですけれども、ちょっとわかんないですね。銀は線分率で表すことが普通なので、80ってことはめちゃくちゃ少ないって意味にも取れるんですけれども、この断面の方ね、ちょっと直接やってみます。断面の方は結構ね、いい感じなんですよね。この柔らかくなって。なんでかな。表面の方はすごく硬い感じがしました。なので、なんかね、ロジウムメッキみたいなのが表面にされていたのかもしれません。削り跡はこんな感じで、綺麗にね、こう乗ってます。クレヨンでこう描いたような、跡になっているので、これは素材としては良さそうなんですけれども、テスターの方をつけて確認してみます。はい、テスターの方をつけたら、削り跡の方はこんな感じで消えてしまいました。削り跡、銀の場合消えるのは普通なんですけれども、今度この断面にね、直接つけてみます。ですね、ちょっとやっぱり、なんでしょうね、中途半端なちょっと反応もしちゃっています。表面のメッキ層が反応しているのか、それとも素材そのものが違うものなのか、ちょっとわかんないんですけれども、青いね、こんな感じで6章の6章が吹いてるように見えます。どうでしょうね。断面のこの中の方は出てないように見えなくもないんですけれども、ちょっとこれわかんないやつです。でも断面のところ白っぽくなってますね。で、外側がこの硬いところが、なんていうのかな、皮みたいになってるので、これ、厚めのロジウムメッキがかかってて、そのメッキ層の部分が青くなってる可能性もありますね。ちょっとでもわかんないやつです。シルバーなのか、もしくはシルバーのね、品位が極端に低いものなのか、ちょっとわかんないんですけれども、重さも、でも重さもどうなのかな、ちょっとわかんないやつですね。刻印自体がイレギュラーなものなので、はい、石の方が外れました。こちらですね、綿棒の空き箱に入れて取っておきます。実際に銀が含有されているのか、それとも違ったものなのか、後で調べてみたいと思います。はい、取れた石の方なんですが、こんな感じの、
カットされた紫色の石が取れました。これがアメジストのようなものなのか、合成石なのかちょっとわかんないんですけれども、結構ね、汚れがすごいので、洗ってみないとわかんないような状態です。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。はい、では次行ってみましょう。次は、じゃあこちら。じゃあ、これ真珠なんでしょうか。すごいたくさん、長いですね、この。ちょっと絡まっちゃって。こんな長いね、白い。ちょっと、切れちゃってますね。切れちゃってるネックレスなんですけれども、これが真珠なのか。ちょっとこれは真珠ではないですね、多分。ご覧ください。こちら見た目ね、すごい綺麗なんですけれども、よく見ますとですね、これ、こんな感じで、いかにも、さっきのね、真珠の玉にね、似てるんですけれども、これ、こんな感じでくるくる回すと、この光の加減と、その光が当たった白くなってる周辺ですね、このピンク色の部分が全部同じ色に見えるんですね。なので、多分ね、これ、貝パールって言われる貝のエッセンスを吹きかけた、模造真珠なんじゃないかなと思われます。ちょうどね、この、全部が全部っていうわけじゃないんですけれども、この玉のですね、こちら、ここね、この穴ですね、穴の周辺の処理が非常に甘いというか雑というか、バリってなってるんですね。で、あとこの辺の、なんていうんですかね、塗装したような、塗膜のような構造になってますので、おそらく、モゾパルだと思います。あと、この、金具ですね、ブローチみたいになってるんですけど、こうつなげるような、こういう作りになってるんですが、この金具に、刻印がついてます。素材を示す刻印はシルバーですね。模造、さっき、こっちの指輪は真珠がついてたんですけれども、素材は G シルバーという、メッキ製品でしたが、こっちはね、模造真珠なのに、シルバーの刻印がついているというものになってます。では見てみましょう。こんな感じで、裏側から見るとね、結構、光沢もあって綺麗なんですが、ここにね、小さな、刻印、シルバーが、見て取れます。なので、この金具がね、銀なのか、ちょっとわかんないんで、さっきと同じようにね、ちょっと確認をしてみようと思います。さっきと同じように試金石のを削ってみます。これもね、なんか、硬いんですよね。さっきと同じようなやつです。ちょっと削っても、なんか、いかない感じですね。硬いです。同じようにカットして断面を見る必要があると、思います。このまま無理に削っても、この試金石の方が多分、どうかな。そうですね。ちょっと硬いので、軽くカットして、その断面を直接ね、
確認した方が、確実だと思います。すでにね、このネックレスが切れてしまってるので、金具の方の、もう一つあった。こちらの金具の方にも、シルバーの刻印ありますね。ここの、クラスプとか、言われる真ん中の金具の方にもシルバーの刻印がありました。こちらこんな感じの、これもタガネでね、入れたような模様がついています。はい。なので、銀なのかもしれないので、切ってちょっと確認をしてみます。はい。綺麗に、切ることができました。では、こちらね、断面の方に直接、さっきとね、やっぱ同じですね。この断面の方は、こう当てた時に綺麗に柔らかくて、伸びますね。はい。さっきの削り跡にそっくりです。銀色の跡が残っています。で、こちらにテスターの方を同じようにつけまして、削り跡の方は消えてしまいました。で、この断面ですね、これに直接つけてみます。はい。ここですね、つけたところが白っぽく、変色しています。はい、こちらです。はい。こちらですね、断面の方、こんな感じで白っぽくね、色が変化しています。これは銀である可能性が非常に高いです。はい。多分ですね、この金具、銀なんじゃないかなと思われるんで、これもね、動画の最後の方に、チャンネル独自のオリジナルの査定をしようと思っています。なので、この金具を先ほどの、綿棒の空き箱に入れて取っておきます。もういきなりいっぱいになっちゃったんですけど、ほとんどね、このモゾパールなんで、実際に銀が取れるのはこのね、ブローチみたいになってるところだけだと思うんですが、はい。では次行ってみましょう。次、またなんか銀とか出ると嬉しいんですが、次は、金色の指輪が出てきました。こちらを見ていきましょう。結構いい色してますね。いい色してるんですが、大きさの割に非常にこう軽いということなので、多分メッキ製品なのかなと思われます。で、さっきのね、このネオジム磁石がつくかどうか、試してみます。思いっきりついちゃいましたね。バーンってついちゃいました。もう一回やりますね。ほら、ビヨーンってもうついちゃう。これはもうこっちも磁石なのかもしれないですね。そういった指輪です。で、この表面ですね、こんな感じの、かなりね、いい色をしてます。で、細かい傷がね、こうやって見えて、なんかだいぶ期待してしまったんですけれども、そういうメッキのお品です。ちなみに、この表面ですね、このメッキがいかにね、いいものなのか確認するために軽くね、こう削ってみます。で、削るとここにこういうね、金色の跡が、出ます。で、これメッキの場合も、さっきのテスターをつけると消えてしまうんですけれども、この指輪はね、なんか消えない気がするんで、ちょっとやってみますね。はい。削り跡はね、消えませんでした。ここね、ここつけたんですけれども、消えないで残っています。はい、ご覧ください。こちら、
削り跡は消えませんでした。なので、メッキ製品なんですけれども、まあ、こんだけやっても、削り跡が消えない。そんなね、表面の、このメッキ自体がちょっといいやつなのかなと思われます。ただ、さっきも、お見せした通りですね、こんな感じで思いっきりね、磁石ついちゃうやつなんで、これは金とかではないです。はい、そんな感じの、まあ、独特な指輪ですね。おそらくこれ磁性があって、健康ブレスレットとか、ゲルマなんとかとか、ああいう感じの商品だったんじゃないかなと思われます。こんな感じの、金色の謎の指輪でした。では次行ってみましょう。次はどうしようかな。あ、これ綺麗だ。これ、じゃーん。はい。これ結構綺麗ですね。ブローチなんですけれども。はい。では見てみましょう。素材を示す刻印はありませんでした。ですが、このね、花柄の模様がとっても綺麗です。はい。ご覧ください。こんな感じのね、独特な、綺麗な模様をしています。これね、動画でもよく出てくるんですけれども、七宝焼きだと思われます。ヤフオクのね、ジャンク品のアクセサリーの山で、七宝焼きは結構入ってること多いです。なんでなんですかね、ちょっとわかんないんですけれども、よく見かけますね。で、七宝焼きは、銀七宝って言って、銀が使われているものもあるんですが、こちらはね、刻印もなかったので、ちょっと素材の方はわからないやつです。はい、そういった感じの、引っかかった。そういった感じの、ブローチでした。では、次行ってみましょう。次はどうしようかな。あれこれ、さっきのこれになんか似てますね。はい。この、なんかキラキラの石がついた金色の指輪。で、しかも作りがほとんどこの、そっくりなんですよね。なので、まあ、メッキ、今度はね、また違う刻印ついてますね。はい、こちらご覧ください。石の方はこんなキラキラの、なんだかよくわかんない、クォーツなのか、なんかの合成石なのかわかんないんですけど、ついてます。で、模様はですね、こんな感じで、さっきの指輪、こちらの指輪と作りがそっくりです。では、まあ、同じようにですね、この6章と呼ばれる経年変化が、爪の部分に見られるのと、それから刻印の方ですね、さっきとちょっとだけ違ってて、K18GF、今度 D ってなってますね。D は何なのかちょっと私わかんないんですけども、まあ同じような金メッキの、製品だと思うんですけど、これも結構表面はいい色をしています。はい。先ほどの、メッキ製品の磁石がついたやつとね、似てて、表面がこういう感じでかなりね、いい色をしています。細かい傷も入っていて、金のようなんですけれども、刻印がある通りですね、これもゴールドフィールド系のメッキ製品だと思います。普通のメッキよりも、だから、このゴールドフィールドとか、昔のやつっていうのは、かなりね、厚めについてるんでいいやつだと思うんですよね。で、同じように、さっきと一緒にね、こうやって軽く削ってからもう一回テスターをつけると、はい、こちらも削り跡消えませんでした。テスターをね、ご判定しちゃうような感じなんですけれども、これぐらい、メッキの品質がいいんでしょうね。これも消えません。さっきのとね、同じ。
ただ、まあ、これから金を取るのは結構大変だと思うんですね。なので、まあ、メッキ製品の買い取りですとか、あとは、どうですかね。そういったものにはなってしまうと思います。なので、金とか銀とかそういう貴金属ではないんですけれども、こういう古いデザインで、なおかつね、昔のこのメッキはいいメッキだよという、そういうね、お品物でした。では次行ってみます。次は、じゃあなんだこれ。なんか古代ギリシャっぽい、この顔をしてる、これは、ブローチですね。結構古そうです。はい、こんな感じのブローチです。素材を示す刻印はありませんでした。で、見た目の方なんですけれども、こういう感じになってます。結構細かい作りで、なんていうんですかね。なんかコインの、表に出てきそうな顔の、立体感のある、おそらくこれブロンズだと思うんですけれども、こういうデザインのブローチです。はい。そういったお品物でした。では、次行ってみましょう。次は、じゃあこれ、金色だ。また出てきました。こんなキンキラの、ネックレスです。どうでしょうか。騎兵の構造をしています。素材を示す刻印はないんですけれども、ここにね、ゲルマみたいな、磁石がついているっぽいんですけど、あれ、ネオジム磁石どこ行った？ありました。こちらですね。多分ね、ここ、磁石だと思いますね。今、ちょっとね、くっつき方が違ったので、で、この、なんていうんですかね、騎兵の方は、磁石、どうやら、つかないやつっぽいです。で、あと、刻印がなんかあります。刻印はね、なんかよくわかんないマークがついてて、素材を示すものではありませんでした。あと、これなんだろうな。こちらに、これ、金具の反対側ですね。金具の内側の方になぜかこのちっちゃいね、石がついてました。こうやって拡大するとわかるんですけれども、なんとなくね、ダイヤっぽいですね。ちっちゃいんですけど、ちゃんとね、このカットされたキラキラ、それからわざわざ内側にこれ見えない方に石をね、ちゃんと爪で留めてあるっぽいので、あと内包物も確認できますね。そんな綺麗なやつじゃないんですけれども、白っぽくなっているところと、あと、カーボンスポットのような黒いのも、わずかに見て取れます。なので、これダイヤがもしかしたらついてるかもしれないということで、ダイヤモンドのテスターで検査をしてみようと思います。では、ダイヤモンドテスターの方で、確認の方をしてみます。あれ。でも、ちょっとちっちゃいんで先っぽがうまく当たんないんですが、ちょっとね、弱っちい反応なんですけども、なんかちょっと弱い感じですね。普通はね、もうビヨーンっていくんですけど、反応はしてるんですけども、なんか弱い感じです。ちょっとよくわかんないですね。
何かしらの天然石だとは思うんですけれども、ここでちょっと蛍光性の反応も見てみます。はい、こんな感じで、蛍光性は、これもなんかないですね。蛍光性はなさそうです。青白くなったりはしてません。はい、ちょっとダイヤモンドなのかなと思ったんですけれども、ちょっとね、テスターの反応が怪しかったですね。でもなんかダイヤっぽいんですけどね。ちょっとわかんないです。小さすぎて。まあ、取り外せばね、最終的にはわかると思うんですが、まあ、こんな感じのちっちゃいね、石が裏側に、なぜかついていて、で、ここに、反対側にもついてる。これ反対側にもついてますね、石が。2個。あれ内側かと思ったんですけども、内側じゃない。これ外側ですね。こうつけるんで、なので、こんな感じになっています。これね、石がこう1個、2個、こうついている。まあそんな感じのブレスレットでした。では次行ってみましょう。次は、じゃあ何にしようかな。結構重い指輪です。はい、こんな感じのシンプルなデザインの指輪です。重さもそこそこあるんですけれども、これは、素材を示す刻印はありませんでした。こんな感じの、梨地っていう、ラインの入ったね、加工されてるようです。で、外側はこんな感じです。これも磁石がつくか、やってみましょう。はい。つかない。なんでですかね。つきません。なので、これ多分ね、ステンレスだと思います。全然磁石つかなかったんで、見た目のこの金属光沢ですとか、この硬い感じですね。が、ステンレスなんじゃないかなと思われます。ステンレスの指輪ってよくステンジュエリーとかっつってなんか書いてあったりすることが多いんですけれども、これは何も書いてないやつですね。はい、そんな感じの指輪でした。では次行ってみます。じゃーん。はい、これはこんな感じのブローチです。はい、いい色してます。はい。多分これは、別光なのかな、違うのかな、ちょっとわかんないんですけども、別光の貼り合わせみたいな感じはあります。ただ、気泡がね、ちょっと見えるんですよね。こんな感じで、クジャクのレリーフ、これ多分手彫り手彫りじゃないかな。わかんないんですけども、クジャクのレリーフが彫ってあります。そういう可愛い作りなんですが、表面のね、こうやって見ると、過去に何度も動画に出てきてるんですが、別光の貼り合わせかなんかなのかなと思われるんですけれども、この辺にね、ちょっと、気泡ですね、まん丸の、気泡が確認できます。なのでちょっとわかんないやつなんですけれども、どうでしょうか。横から見るとこんな感じです。はい。なので薄いのをこう貼ってるやつなんですかね。この下側はどうなんですかね。わかんないですけど、ちょっとよくわかんない。でも結構独特なね、このクジャクの、なんか面白いブローチでした。では次行ってみましょう。次はじゃあこれなんかこの透明の水晶みたいなやつがいっぱいあるので、1、2、これ形違う。石の形が全然違う。3、
これはもう最初から未使用なのかな、タグがついてます。本水晶って書いてありますね、これね。はい、そんな感じの、このキラキラのね、石がいっぱいついた。これね、キラキラキラって、ネックレスです。結構迫力ありますね、こんだけあると。はい、ではこちら見ていきましょう。一つはね、水晶ってなんか書いてあるんですけど、金具の方は、1、2、あと3つ。全部ね、G シルバーですね。金具は G シルバーなんで、あれなんですけど、銀が取れたりするものではないと思うんですけども、この石の方はすごい綺麗です。ご覧ください。こんな感じで、綺麗にね、カットされた石が、この辺なんかもすごい綺麗ですね。ついています。はい。これはなんか水晶っぽいですよね。水晶って書いてあるんですけどね。見た感じ。あと中のね、通してある糸もまだ綺麗なんで、あんまり使ってないのかなという印象です。こっちのちっこいカットの方はなんか傷が見て取れます。はい。汚れもこっちの方はあるんですけれども、こちらですね、これだ。はい。これはね、なんか、もう水晶って書いてあるんですね。特急って書いてありますよ。はい、そんな感じの、結構ね、こんだけあると迫力あるんですけれども、そんな感じの、水晶なのかなと思われるね、ネックレスでした。このいっぱいあります。はい、では次行ってみましょう。次、どうしようかな。じゃあこれ、じゃーん、これね、多分ね、あれだと思います。ジャスパーっぽいんですけども、見てみましょう。はい、素材を示すような刻印はありません。チェーンの方もね、特に何も書いてないメッキのチェーンですね。で、石の方を見ていきましょう。これ、多分天然石なのかなと思われます。このね、赤い独特な感じと、それから、細かいね、いろんなの入ってるので、これ多分ジャスパーなのかなと思われます。はい。そんな感じの、はい、ペンダントネックレスでした。では次行ってみましょう。次はどうしようかな。これ、さっきのこの指輪と、真珠、青い真珠ね、これそっくりですね、色が。はい。これは、これも多分真珠なのかなと思われますね。この枠にね、刻印があったんですけれども、残念ながら、これもシルバー G ってなってますね。こちらです。枠のね、側面、横に売ってあったんですけど、これもシルバー G ってなってます。で、真珠ですね。この青い玉は多分真珠だと。そんな感じの、これ、ペンダントトップですね。チェーンはもうないんで、多分最初からなかったんだと思うんですけども、こんな感じの、ペンダントトップでした。では次行ってみます。残りね、だいぶ減って、これ見てください。亀さんです。はい、亀さん発見。亀。はい、亀さんを発見しました。亀さんの次はこれ熊さんですね。多分。何なんですかね。これ多分熊さんだと思います。そんな感じの、素材を示す刻印は、2つともありませんでした。見てみましょう。こんな感じの、これ亀の尻尾ですね。お尻。
で、ここが甲羅です。亀の甲羅。なので、こんな感じで亀さんの形になってるペンダントトップと、あとこっちね、こっちはね、こんな感じの、多分熊さんだと思います、こちらは。熊さんの形のペンダントトップです。素材の方は、多分これと同じなんじゃないかなと思うんですけど、一応比較してみてみましょう。これね、さっきのネックレスと、この亀さんですね。色なんかほとんどそっくりです。で、これ磁石がまたつくのかな。こうやってやってみると、今度はこっちつかないですね。これはつかないやつです。何なのかはわかんないんですけど、そういうヘマタイトっぽいやつでした。では、次行ってみましょう。次はじゃあ、じゃあ、こちら。これ、貝かな。貝だと思います。ご覧ください。こちら、これかなり綺麗ですね。こういう青いね、貝の模様が見られます。なので、貝をはめ込んだ、こんな感じのイヤリングです。はい。では、次行ってみましょう。次は、じゃあね、これ行ってみようかな、これ。これ、綺麗ですね。大きいし、重量感もあります。こんな感じの緑色のネックレスです。結構ね、玉も、重みがあってね、迫力あります。はい。こちら、素材を示す刻印は一応ね、シルバーって書いてあるんですけれども、このね、タイプはちょっとわかんないですね。一応シルバーの刻印はありました。ただ、構造上ね、これかなり重たいやつなんで、強度上必要な箇所にはね、銀使ってない場合が、結構あります。で、石の方は、こんな感じのね、独特な模様の緑色の石です。で、これ似たようなものが過去の動画でも出てきたんですけれども、なんか視聴者さんからね、コメントいただいて、クジャク石なんじゃないかなってその時は言ってました。なので、これもね、その時の石にそっくりなんで、これクジャク石なのかなと思われます。はい、こんな感じの緑色の石でした。では次行ってみましょう。次は、どうしようかな。じゃあこれとこれがね、似たような感じします。はい。結構光の加減でうっすらね、模様の方が見えています。そんな感じの、ネックレスです。天然石と思われるネックレスなんですが、よく見てみましょう。はい、結構ね、目のっぽいですね。ちょっとわかんないんですけれども、でもこちら結構内包物というか、島のね、模様がはっきり出てるので、これはメノなんじゃないかなと思われます。はい、こちら見てみましょう。こうやって見ると結構綺麗ですね。透き通った縞模様の方が確認できます。なので、これはかなりメノっぽいです。で、ついてる他の、なんか金色の玉ありますね。これが何なのか。過去に金色の玉が金だったことがあるんですけれども、こちらはどうかな。結構ね、真っ黒になっちゃってるのもあるんで、これは金とかじゃないと思われます。はい。一つはそんな感じ。で、ここを磁石でこうやって止められるやつなんですね。はい。そんな感じのネックレスで、黒い玉はね、ちょっとね、この黒いところは何なのかわかんないです。
はい、そんな感じのネックレスと、あともう一個これもメノっぽいんですけれども、ちょっとこれはわかんないやつですね。はい、こう色はいい感じです。こんなね、パワーストーンみたいな玉がいっぱいついてます。はい、素材を示すような刻印はないです。はい。では、残りですね、こちら、最後となってまいりました。もう一個ネックレスあったね。このピンク色は、ローズクォーツみたいなやつだと思われます。はい、こちら見てください。はい、綺麗なね、内包物見られます。このね、トルマリンクォーツの、かなと思われる、この丸い玉の外側のね、透明のところにそっくりです。なのでこれもクォーツの仲間で、色の感じからはローズクォーツみたいなやつなのかなと思われます。で、次ね、残りこれ全部、こういうね、パワーストーンみたいなやつなんで、まとめて全部見てみましょう。はい、じゃあこんな感じ。こんないっぱい。じゃーん、じゃーん。では、一個ずつ見ていきましょう。一個ずつじゃないや、まとめて見ていきましょう。はい。島が入ってるもの、それからクォーツっぽいもの、さっきのメノっぽいのと、あとなんか、紫はアメジストっぽいですね。こんな感じで。石が天然石と思われるね、石がついてます。結構ね、この辺は多分天然由来のものだと思われます。でもう他のこの赤いやつね、メノみたいなやつはちょっとなんだか見てもわかんないです。で、次行ってみます。次、こちらは、こちらもですね、結構内包物が見れるやつですね。はい、結構この辺は綺麗だと思われます。はい、あとこれ島がついてるやつですね。はい。メノの仲間なのか、こういうね、縞模様が入ってます。この辺もなんかメノっぽいですね。はい、では、これはちょっとわかんないやつかな。ちょっとね、色ついてると、どうでしょうか。この辺はちょっとわかんないやつです。で、あとこれも結構良さそうな感じがします。はい。クラック水晶なのか、それとも人工的にこういう加工してあるのかはわかんないんですけど、それらしい、作りの透明の玉が見られます。あと、若干薄い緑ですね。フローライト、ホタル石っぽいんですけれども、ちょっとわかんないです。これもね、鑑別取んないとわかんないやつですけど、なんとなくね、フローライトっぽいなっていう、適当なんですけれども、そういった感じのこういうのがありました。あとこの思いっきり緑ね。この思いっきり緑は、どうだろうな、ちょっと、もよくわかんないんですけど、ところどころ黒い点があるんで、ネフライトっぽいのかな、わかんないですね。で、これ綺麗な普通の紫色。内包物もね、この辺見えるんで、これもなんかアメジストなのかなと思われます。ちょっとね、いろいろわかんないところも多いんですけど、こういったものは。そういう感じのこういうね、パワーストーンみたいな、ブレスレットがいっぱいね、ありました。これがちょっとな、気になるっちゃ気になるんですけれども、ちょっとわかんないです。はい。こんな感じの、パワーストーンみたいなやつがいっぱいついている
じゃーん。はい。今日はこんな感じのね、お品物を発掘することができました。結構綺麗です。あとね、このブレスレットね。パワーストーンみたいなブレスレットを発掘しました。あとね、こちらね、これ、まあちょっと見えないですけどね、1個の指輪はなんか怪しかったんですけど、こっちはね、なんかシルバー。おそらく金の可能性が高いね、パーツを発見することができました。はい。では、ちょっとね、最後に動画、チャンネル独自のね、チャンネル独自の査定を発表しようと思います。はい。では、こちら、取り出してみましょう。で、この指輪だけはちょっとね、まあ、銀入ってるかもしれないんだけど、まあ、刻印が怪しいのと、私が検証した感じでは、まあ、ちょっと925もしかしたら取れないかなっていう感じです。なので、それも、なので、こちらちょっと除外して、こちらのパーツですね。これをスクラップで売ったらいくらになるのか、査定していこうと思います。で、まずね、このパーツが、たくさんついてます。でもすでに切れてしまっているので、こちら全部ね、取り外して、ちゃんとしたね、シルバーの重さを測っていこうと思います。はい。では、重さの方を測っていきます。はい。シルバー刻印のもの、全部で 17.9g です。17.9g に、銀 1g あたりの、価格、ずっとですね、金銀ともに相場の方だいぶね、バタバタしてるんですけれども、およそ380円です。はい。合計で6802円となりました。結構でもまだ値段結構高いですね。だいぶ、前回の動画の時に比べたらだいぶ安くなっちゃってるんですけれども、それでもね、こんなわずかなね、量で、6802円って結構まだまだ高いなという印象です。あと、こちらね、ちょっとこれはまだわかんないんで、一応重さだけ測ってみて、2g。なので、380円なんで、まあ、760円ぐらいなんですけれども、ただ銀の品位が、まあ、取れない。そうすると、まあ、買い取りしてもらえないか、もしくはですね、品位の低い値段になっちゃうんじゃないかなという、まあ、予想です。なので、これはね、今回ちょっと値段は、まあ、見ないで、いこうかなと思っています。で、あとね、前回の動画でこちらね、銀じゃないかなって言って、銀の査定でね、言ってたんですけど、まあ実はね、自分で切って、こちら検査したら、これは銀ではなかった。まあ、かなりね、作りが、いかにもそれらしい作りをしてて、いい色をしてたんですけれども、まあこれは銀じゃなかったという、まあそういう残念なご報告です。はい。今後もですね、こんな感じの動画を作っていこうと思っています。もしよかったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。あと、金とか銀とかそういったものは入ってないんですが、まあこういったものの中からですね、ヤフオクの出品をやっています。あと、チャンネルオリジナルのホームページで、ブラウザゲームを作っています。はい、最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。